こんにちは、まいです。今回は定期的なものの見直しをしていきます。家中の目をつむって放置をしていたことや、不要なものを手放してすっきりさせていきたいと思います。重い腰を上げるきっかけになったり、家事のお供に見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。実は去年から大事に進めてきたことがここ最近大詰めを迎えていました。いつも応援してくださっている方々にお伝えすることができる日をずっと心待ちにしていました。なんとこの度、私の初めての書籍を小電車さんから発売することになりました。タイトルは頑張らないミニマリズムです。今の快適な生活に至るまでの過程や家事を減らすことができた具体的な方法、暮らしにゆとりを作ることができるミニマリズムについて精一杯の思いを込めて書きました。 Amazon や楽天ブックスではすでに予約受付中ですので、概要欄の URL から見ていただけるととても嬉しいです。本についてのもう少し詳しいことは発売日が近くなったらまたお話ししようかと思っています。今回は取り急ぎで皆さんにご報告させていただきました。初めての執筆だったため勝手も分からず、ここのところずっと原稿作業に追われていました。そんなこともあり、定期的に行っていたものの見直しもだいぶサボってしまいました。今日は少し気合を入れて、まずはクローゼットから整理していきたいと思います。一番最初に目についたのは、保管場所にずっとモヤモヤしていたスマホスタンドです。スマホで台本を見ながらラジオを収録するのにとても便利だったのですが、つい最近動画撮影で使っている三脚でも代用できることに気がつきました。今までなんで気づかなかったのかが不思議なぐらい快適に使うことができています。ミニマリズムを意識し始めてから、ちょっとした発想で兼用できるものが家の中にたくさんあることに今まで何度も感動してきました。このスマホスタンドでのラジオ収録も三脚で十分快適に使うことができると分かったため、手放したいと思います。次は最近放り込みっぱなしの書類を整理していきたいと思います。確定申告に必要な領収書や契約書などの紙で保管しなければいけないもの以外の書類は、デジタルスキャンをすると収納場所も取らずに必要な書類データを探すのにも楽になるためおすすめです。しかし私はこのデジタルスキャンが面倒で後でやろうと溜め込んでしまう癖があります。今回は溜め込んでしまった書類をひたすらスキャンしていこうと思います。使っているスキャンアプリは Adobe スキャンで、スキャンしたデータは Notion で管理しています。名刺の管理もどうしようか困っていたのですが、マイブリッジという無料アプリを使って管理しようと思います。書類の整理が終わったので、次は細々したものを放り込んでいた大きいボックスも見直します。ここ数ヶ月、手放すかずっと迷っていたのがこのマッサージガンです。家ではデスクワークが多く、首、肩、背中がバキバキに凝ってしまうことが多かったので購入したものです。凝った場所に使うととてもすっきりして気持ちがいいのですが、出しっぱなしにすると少し邪魔になります。いちいち使うたびに出し入れするのも手間になってしまい、最近はしまいっぱなしで使うこともなくなってしまいました。ヨガや筋トレの習慣化で首こり肩こりはかなり改善するので、
なくてもいいかなと思っていたのですが、いいお値段のするお買い物だったためになかなか勇気も出せず目をつむっていました。3ヶ月以上使いたいと思わなかったら手放そうと決めて様子を見ていたのですが、見事に一度も使うことがありませんでした。状態はとても良いため、今回はフリマアプリを使うか人に譲るなどして潔く手放そうと思います。次は洗面所の整理をしていきます。無印良品の足なり直角靴下を愛用しているのですが、今回大好きなレッドが店頭に並んでいました。今履いている靴下の裏側の生地がすり減って傷んでいるので、今日を最後に新調しようと思います。靴下などの細々したものは増えやすい傾向にあると思うのですが、私は定数を決めてワンインワンアウトを基本に管理するようにしています。靴下や肌着、部屋着などは毎日洗濯乾燥機を回すので、2セットを定数にしているものがほとんどです。衣類などはもう十分着倒したというタイミングで新調したり、新しいものを試してみたりしています。ここにはストックや小物を管理しているのですが、洗ったファンデーションのパフも気づいたらこんなに溜まっていました。買いがあった方が便利かなと無意識に集めてしまっていましたが、よく考えたら今使っているもの一つあれば洗いながら使えるので、古いパフは保管せず手放そうと思います。キッチン周りと玄関はこの前夫が整理していたので、今回は大丈夫そうです。次は子供のものも整理していきます。もうサイズアウトした服もちらほら出てきています。洗濯乾燥機にかけるためいつもワンサイズ大きめを買うのですが、あっという間に大きくなって着れなくなってしまいます。サイズアウトした洋服はこれを機会に手放していこうと思います。最後は一旦保留ボックスを整理していきます。我が家では手放すかどうか迷ったものをこの一旦保留ボックスに入れています。このシャワーヘッドは水漏れしてしまっていたものです。買い替えを検討しながらレンタルを活用していたため、新しいものを購入するまで手放さずに保管していました。結局今まで使ってきたものが一番だと感じ、同じシャワーヘッドを買い直したため、古いシャワーヘッドは手放そうと思います。もう一つはブンブンチョッパーの保存用の蓋とブレンダー用のアタッチメントです。少し前にブンブンチョッパーを買い替えた際、付属品はすぐに手放さず一旦保留にしていたのですが、保存用の蓋は使うことがなかったので手放します。ブレンダー用のアタッチメントもついているのですが、こちらはまだ使ったことがありません。今後使うかどうかもわからず、こちらはまた一旦保留ボックスに戻そうと思います。しばらく様子を見て、やっぱり使わないなと思う時が来たら手放そうと思います。はい、以上が定期的なものの見直しでした。久しぶりに家中のものの見直しができて、もやもやしていた気持ちもすっきりしました。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。そして私の初めての書籍、頑張らないミニマリズムはAmazon 楽天ブックスで予約受付中ですので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。